こんにちは。今回はバブル期に建てられたテーマパークの廃墟を見に行きます。このテーマパークは1980年代のバブル期に町おこしを目指し建設され、当初は70万人もの来場者が訪れましたが、バブル期が終わり徐々に来場者が落ち込み閉園になりました。このテーマパークは解体されず今も放置されていて、離れたところからでも建物が見えます。そのテーマパークの廃墟があるところは北海道帯広市で、そのテーマパークは中世ドイツを再現したグリュック王国です。正面の左側に建物が見えてきました。あの建物のあるところがグリュック王国です。グリュック王国まではまだ距離がありますが、大きな建物があるのでここからでも見えます。この地図はグリュック王国を上から見た地図です。グリュック王国の敷地は約10万平方メートルあり、東京ドーム2個分の広さがあります。敷地内は立ち入り禁止なので、この地図を元にできるだけ建物の見えるところに行きたいと思います。まずはグリュック王国の正面入り口を見てみましょう。正面入り口に到着です。入り口には柵があり、立ち入り禁止の立て札があります。閉鎖してから不法侵入が多発しているようで、20数名逮捕されたと書いています。隣にある立て札にも立ち入り禁止と書いていますが、この立て札はグリュック王国時代のもののようです。この看板は開業当時から使用されているものです。長い年月が経過しているので腐食しています。今は草木が生い茂って、ここに道があった痕跡すらなくなりかけていますが、開業していた頃はここを通ってたくさんの人が来場していました。ここからでは中の様子が見えないので、見えるところに移動します。現在地は正面入り口です。中の建物の近くに行けそうなところは地図に示しているところのようです。地図を拡大すると建物のすぐ目の前まで行けそうです。行ってみましょう。この砂利道を進むと建物の近くまで行けるようです。道を進むと林がなくなり、右側に畑が見えてきました。畑の奥に大きな建物が見えます。あれはグリュック王国のリュッケブルグ城です。ここからならグリュック王国のすぐ近くまで行けそうです。リュッケブルグ城が見えてきました。遠くから見えるくらい大きな建物なので、近くで見ると迫力があります。近くまで来てみると橋がかかっています。ここも入り口だったようです。この橋は1991年平成3年竣工の橋です。グリュック王国が開園してから2年後に架けられた橋のようです。この橋の先までは入れますが、ここから先は立ち入り禁止になっています。ここから先に行くのはやめましょう。
ブリュック王国は従来の道内産業基盤が弱体化する中、バブル期を背景に観光による町おこしを目指して1989年に帯広空港近くに開園しました。1980年代の日本はバブルの好景気に沸いていて、その流れからなのか全国各地で様々なレジャー施設が作られたのもこの頃でした。ブリュック王国を作ったのは帯広市にある全林レジャーランドという会社です。この会社の社長がヨーロッパ旅行の際に訪れたドイツの美しい街並みや環境、未来の子どもたちのためにとして今あるものを次世代に伝えるドイツ人の行動規範に感銘を受けたことがきっかけとなり、ブリュック王国は作られました。1989年に開園したブリュック王国ですが、開園から1992年には来場者が3年連続で70万人以上が訪れる盛況ぶりでした。1991年にバブルが弾けて景気低迷にもかかわらず、1992